ちは。3連休は香港に来ています。去年の12月以来なので約10ヶ月ぶりに香港に遊びに来たんですが、今ですね、なんと半袖で過ごしていて、日中結構暖かくて、だいたい気温が25度ぐらいあるんですね。で、夜は寒くなってきて12、3度ぐらいになるので、この時期香港にいらっしゃる方は何かジャケットとかカーディガン1枚持ってきた方が無難かなと思います。で、今回も特に旅行の予定何も決めてなくて、今日マカオに移動して1泊するぐらいの予定しか決めてないんですが、今日マカオに泊まって明日また香港に戻って、そして日本に帰ろうかなと思っております。で、今は、セントラルのマンダリンに泊まってるんですけれども、この近くは結構ね、街中の中心地でいろいろなお店があるので、これからブラブラ歩いてみたいなと思っています。最近カフェ始めたので、ちょっとね、外国に行くと地元のカフェとか何かおしゃれなところないかなと思って歩いてふらっと入ることが多くなっているので、今回もね、ブラブラ歩いて何かいいところないかなと散策したいなと思います。それでは行ってきます。ホテルを出て今右手の方に向かって歩いています。この間 YouTube 撮った時もアイスクリーム屋さんがあったあの辺はすごくカフェとかね、レストラン多かったので、そっちの方に向かって歩いていきたいと思います。今の香港の物価なんですが、1香港ドル19円、だいたい20円ですよね。もうめちゃくちゃ高くてびっくりしました。昔旅行来たコロナの前は多分1香港ドル13円とか、それぐらいだったのかなというイメージなんですが、だから今もう1000香港ドルってね書いてると、今2万円なんですよね。なんかとっても高くなった割高感があって、ちょっとびっくりしています。ふらっと歩いてるとカフェを見つけました。よくある一般的な街のカフェっていう感じなんですが、なんとエッグベネディクト148香港ドルということはですね、2800円ぐらい。結構いい値段しますね。これパスタかな。パスタで書いてます。明太子なんとかパスタ。すごい。やっぱ香港って物価高いんですね。正面にあるカフェもちょっとメニュー見てたんですが、高いんですね。パスタが128香港ドル。この間ハワイに行って、またハワイ物価安いなと思ったんですが、香港なかなかですね。暑い。ちょっと2、30分歩いたら結構じんわり汗かいてきました。香港の街中ってなんか工事してるところ多くて、結構うるさいイメージがあったので、こうやって今日はマイク持ってきてるんですが、マイク持ってきて正解だなと思いました。多分普通にカメラだけで撮ってると声が入らないぐらい、街の中はね、至るところで工事していて賑やかな感じです。美味しい。日本でコーヒーばっかり飲んでたので、今回はチャイティーラテを頼みました。コロナが終わった後、あまり旅行の情報が多くなくて、以前は香港からマカオに行くのに船とフェリーの2択だったんですが、今は橋ができたので、その橋から行ってみようかなと思います。で、金のナンバープレートをつけたタクシーがあるそうなんですが、それは行き来できるそうなんですが、基本的にはバスとかそういうなんか許可を取った車しか行けないってネットで読んだんですが、ちょっとよくまだ分かってない感じです。で、ヘリだと昔は12人乗りで1人当たり2万円か3万円ぐらい払えば、15分でマカオに行けたんですが、その貸し切りのヘリが今なくなってるそうで、今はそのチャーターのヘリだから、好きな時間に来て好きな時間に行けるよっていうチャーターのヘリしかないそうで、それがなんと片道200万円以上するっていうことなので、ちょっとあまり現実的じゃないなと思って、今回やっぱりね、陸路でハイヤーを用意して車で行くことにしました。いただきます。おいしい。ちょっとカリカリで、なんかもちっとしてます。香港ってスイーツもレベル高いんですよね。
全然日本人の観光客の方本当いないんで、もうちょっとね円がね高くなればいいんですが、やっぱりこの円安だと結構ね旅行してて値段気にしちゃいますよね。やっぱり海外行くと日本って今どのぐらいのねちょっと円が落ちたのかなってすごい気になるし、レストラン行ってもしっかり値段ついてみてしまいます、ね、日本だとねカフェと1杯コーヒー500円とか600円でそういう相場あるし、ご飯食べに行ってもね、1人これぐらいって分かるんですが、香港行くとちょっとね外のメニュー見ておおこれはっていう、さっきもすごくびっくりしたんですが、海外行くとそんな連続です。この日の中華は先ほどのカフェからほど近いところにある町中華ヨンキーレストランというところにやってきました。ここは香港の地元の方も通っているレストランということでお昼大人気なんですが、1階と2階結構広いんですが、1階はもう満席で2階もほとんどの席が埋まっていました。予約なくて入れて、そしてアラカルトで注文できるのでおすすめっていうことを伺って初めて来ました。先ほどカヌレとそしてお茶をいただいたので、ここはちょっと軽めにと思って揚げ春巻きと、これは中華風の焼きそば、ちょっとパッタイにも見えるんですけども、それと天津をいただきました。とても美味しかったです。それでは今から香港を出発して車でマカオに向かいます。運転手さんに聞いたところイミグレーションもあるのでだいたい1時間半ぐらいかかるそうなんですが、船だとそのイミグレーションを含めマカオの島に着くまで2時間半ぐらいかかるので、ちょっと早いかなという感じがいたします。ではここから全長およそ5キロの橋渡っていきたいと思います。パスポートがこちらで必要みたいです。車のドアを1回開けてパスポート今チェックしてもらってます。あんまり混んでないんですが、だいたい待ち時間も含めて10分ぐらいかなという体感です。橋が見えてきました。これが世界最長のマカオの橋だそうです。すごい長いですね。なんかここだけ切り取ってみたら千葉にある海ホタルと全く一緒に見えるんだけど、あそこから先は海底トンネルになってます。さすが全長55キロの長いトンネルです。1車線しか走れないので結構ペースはゆっくり走っています。マカオに着きました。車に乗ってるだけなのでとっても楽ちんです。イミグレーションが終わってマカオに入りました。さっきの運転手さんがこの近くで待っていて、それでマカオのホテルまで連れて行ってくれるそうなので今探してます。ベネチアンで少しカジノをした後、フォーシーズンズホテルの中にあるシャオティンというレストランで食事をしました。こちらもアラカルトで頼めて中華料理もあったんですが、パスタとかあとはタイ料理もありました。久しぶりに香港に来たので、さっきカジノでブラックジャックしたんですけど、少し勝つことができてちょっとこの時はテンション上がってました。本当はバカラが好きなんですが、バカラって一瞬で勝負がついて、勝つときは勝つんですけど負けるときはあっという間なので、今回ちょこちょこブラックジャックで遊びました。マカオの夜の街を散歩しています。
実は私が初めて海外旅行に行った場所っていうのは大学4年生の時に来たここマカオなんで、ちょっと懐かしい感じがします。こんなにホテル多かったかなって思ったんですが、この16年ぐらいの間で結構新しいホテルも建ったみたいで、少し街の様子が変わっていました。これ前なかったですね。噴水のショーやってます。ここはウィンパレスといって、もう一つマカオにウィンホテルっていうのがあるんですけれども、そこの一番新しいホテルになっているそうで、2016年オープンのホテルです。ちょっとすごいんだけど、すごい。2016年オープンだから全然知らなかったです。今夜の11時なのですが、お店は全部開いております。いや、さすがカジノがある国ですね。眠らない街っていう感じがします。おはようございます。香港マカオ3日目の滞在の朝です。昨日は香港から車でこっちのマカオまで来てイミグレーション通過したんですが、結構ですね、撮影できないところもあって、通るまではいいんですけど、イミグレーションなんかね、全体的に撮影できないので、パパパッとホテル来てしまった感じになっちゃったんですが、時間的にどうでしょう。1時間やっぱ40分ぐらいかかりましたね。マカオのイミグレーションは割とすんなり入れたんですが、そこからね、マカオからここのホテルセントレジスまでが、車で少しあったので1時間40分ぐらい香港のホテルからマカオのホテルまでかかった印象です。で、この正面、昨日も撮影したんですが、ベネチアンっていうホテルがあって、そしてね、昨日こっち側散歩したんですが、こっちにウィンパレスっていうホテルがありました。で、以前私が、マカオに来た時は2008年だったんですけども、その時はね、ウィンパレスなくてウィンだけだったんですよ。で、あの時よりもだいぶホテルが増えていて、カジノの数も増えていました。だから結構激戦ですよね。コロナで、香港マカオね、人が入れなくなってすごく大変だったと思うんですが、その前からホテルがね、どんどん建っていて、でこんだけカジノが増えたので、本当今でもね、賑わってはいますが、大変なんじゃないかなって思っております。あと昨日はカジノも何か所か行ったんですが、ここのホテルセントレジスのホテルのカジノはすっごく綺麗で、なんていうんですかね、大人っぽいと言いますか、上品な感じで、ミニマムも結構高いんですよ。1香港ドルが19円、大体20円だと換算して、でここのホテルミニマムがほとんど1000香港ドルからです。だから1回何かカジノ張るのが大体ね、バカラとかね、ポーカー、ブラックジャックが大体2万円ぐらいって考えると、例えばね10万円だけで今日ちょっと遊ぼうと思っても1回2万円だとね、すぐお金溶けちゃうじゃないですか。で向こうの正面ベネチアンはミニマムが500香港ドルのお席もたくさんあって、そしたらね、1回張っても、1万円なんで10回遊べるっていうことで、ホテルによってミニマムが違うんですが、こちらのセントレジスは、高級なカジノというイメージでした。だから3カ所、あっちのウィンパレスのカジノも行ったんですが、ベネチアンが一番ねこうカジュアルなカジノで、こっちのウィンパレスがその次で、セントレジスが一番高級な感じのカジノに見えました。でベネチアンはね、やっぱ昔行った時のイメージと一緒で、観光客の人もたくさんいて、服装もやっぱちょっとカジュアルな方が多いんですよ。で、ショッピングモールもたくさんあって、シャネルとかね、カルティエとかも入ってて、ザ・カジノっていう感じでね、なんだか懐かしい気持ちがしました。では今日は11時に予約している車でこれから香港に帰ります。マカオから香港に戻ってきました。今の時期は上海ガニが美味しいということで、ネッ
トで調べて夜上海って書いて多分ヤー上海って言うんですけども、そちらのお店これから行ってみたいと思います。予約は取っていないんですが、フラッと入れたらいいなと思ってます。ヤー上海に着きました。さっき受付の方に聞いたら午後2時まで席はいっぱいだということなので、また2時にやっていきたいと思います。上海街の麺が到着しました。今から食べたいと思います。とても美味しそうです。今回の香港マカオの旅いかがだったでしょうか。最近の香港からマカオの生き方や街の様子などがお届けできたらいいなと思いました。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。